富士フイルム X キャスト旗本です。今回はですね、今富士フイルムユーザーを悩ませているであろう問題 XE5 と XT5 どっちを選ぶか問題ですね、についてお話ししていきたいと思います。こちらね、ほぼ同じ値段で中身も画質も同じという話は以前もしましたけれども、で、形と考え方が全く違うという2台ですね。なので、ちょっと悩んでるという人も多いんじゃないかなと思います。私もね、一瞬ね、ちょっと悩みました。XT5、どうなんだろう。XE5 が出た時にね、期待通りのものでなかったらちょっと考えないといけないのかなということもね、ありました。ポイントはですね、手ブレ補正ですね。それがあるかどうかというところなんですが、もともとね、XE4、手ブレ補正は別にいらないかなというふうに思ってまして、それは変わらないんですけれども、なぜ XE5 になって手ブレ補正機能が欲しくなったかというと、やっぱりこの画素数ですね、4020万画素になるという話を聞いたときに、これで手ブレ補正なかったらちょっと使われへんなというね、ことが浮かびまして。結局ね、XE5 の方にも手ブレ補正が搭載されるということなので、選択肢としては XE シリーズ継続かなということで落ち着いたんですけれども、そんな感じでね、ちょっと心が揺れ動く時期があったので、それについてちょっともう一度考えてみました。その辺のね、お話をしていきたいと思います。このエピソードが特に役立つかもしれない方としては、富士フイルムの XT5 と XE5、そのね、選択で悩んでいる方、数字や機能の差だけでなく、それぞれのね、カメラが持つ思想とか体験価値を知りたい方、あと初めてのカメラなのか、買い替えなのか、買い足しなのか、ね、それによってね、いろいろ違ってくると思いますので、その辺の客観的なお話もしていきたいかなと思っています。まずね、知っておいてほしい一番大事なことは、先ほども言いましたが、この2台ね、画質を決める心臓部が全く同じだということですね。4020万画素の X トランス CMOS5 HR センサーと頭脳でもある X プロセッサー5、そして最大7段の強力な5軸ボディ内手ブレ補正。これがね、同じなんですね。だから、比較する場合ね、性能の優劣で比較するということはあまりないのかなと。どちらが自分の使い方によりフィットするかという話になってくるんじゃないかなということですね。まず XT5。これはもうザ・カメラという感じでね、王道のスタイルです。グリップがしっかりしてるんで、ちょっと大きめのレンズをつけてもすごく安定感がある。で、天面には ISO、シャッタースピード、露出補正の3つのダイヤルがあります。で、電源入ってなくてもね、設定が見たらわかるという、これはね、こういう道具としてとてもわかりやすい。信頼性の高さが XT5 の最大の良さかなと。あと、雨、埃に強い防塵防滴というのも心強いですよね。次に XE5 の方ですね。こっちはすごくコンパクトでおしゃれなデザイン。特徴としてはファインダーが左端にあること。いわゆるレンジファインダースタイルというやつですね。ファインダーを覗きながらも片方の目で周りの景色も見える。なので、スナップを特にね、撮る人にはこのスタイルがちょうどいいということでね、ファンが多いんじゃないかなと。一日中持ち歩いてても疲れない軽さ。撮るという行為自体を楽しむ。それを何よりも大事にしたカメラかなと。ただ、ご存知の通り、カードスロットが1枚ですし、防塵防滴もありません。この辺が自分の使い方とどう合うかということになりそうです。自分がね、今初めてカメラを買うのか、それとも買い替えなのか、
買い足しなのか、そしてカメラは1台持ちにするのか複数台持ちにするのか、これによってもねだいぶ考え方は変わってくるかなと思ってまして、もし今回が初めての富士フイルムのカメラであれば XT5 は最高の教科書になるんじゃないかなと思います。写真の基本をその優れた操作性が直感的に教えてくれますので、価格を考えなければ基本を理解したいカメラ初心者にこそおすすめしたいカメラになります。どんなジャンルにも対応できる万能性があるので、やりたいことが増えてもずっと答えてくれる、失敗しない長く使える1台が欲しい場合に間違いのない選択になります。XE5 は最高の相棒になります。難しいことは考えず、撮るのってこんな楽しいんだという写真の根源的な喜びを教えてくれます。写真を日常の一部にしてくれる、そんな一台です。ただし後になってより高い機能が欲しくなる可能性もゼロではありません。次に買い替えを考えている場合どうでしょうか。古い XT シリーズからの買い替えだとしたら迷わず XT5 へ。操作感が同じなので何も迷うことはなく最新の性能を手に入れられることでしょう。古い XE シリーズから買い替えであればちょっと悩ましいんですけれども、愛着のあるスタイルの XE5 を選ぶのか、それともより多機能な T シリーズの世界にステップアップするのか、これはもうご自身の価値観が試される選択になります。そして買い足しの場合はどうでしょうか。すでに XT や XH のシリーズを持っている場合、XE5 は完璧な2台目になります。メイン機と同じ最高画質を全く違う軽快さで味わう。今日は気軽に撮りたいなという日に最高の相棒になってくれそうです。すでに XE シリーズ X Pro を持っている場合、そのシステムに足りないのはもしかしたら絶対的な信頼性かもしれません。望遠レンズを使う撮影や失敗が許されない仕事のために XT5 を迎える。これは表現の幅を一気に広げてくれる賢明な投資になるでしょう。結局ね、どっちを選ぶべきかなんですが、気持ちはどちらに傾きましたかね。突き詰めればあらゆる状況に対応する機能性の XT5 か、写真を撮る時間そのものを豊かにする体験価値の XE5 かという2つのアプローチの選択ですね。で、どちらを選んだとしてもそれが正解だと思います。今回のエピソードを聞いての感想などぜひ教えてください。YouTube の動画コメント欄、あるいは Spotify や Listen など今この配信を聞いてくださっているアプリのコメント欄にぜひエピソード自体の簡単な感想や面白かった、参考になったといったテキストでの気軽なメッセージを書き込んでもらえると嬉しいです。ノートで読んでくださっている方はノートのコメント欄にいただけると嬉しいです。そして新しくなった YouTube のコミュニティでは今回から新しい企画を始めたいと思います。今日の話を聞いてイメージが湧いた私の次の1枚、あなたが撮りたい写真のイメージをぜひ画像付きで投稿してみてください。YouTube のコミュニティへの投稿は YouTube アプリから私のチャンネルページを開いてコミュニティタブをタップすると書き込めるようになります。今のところスマートフォンからのみになりますが、皆さんの次の1枚に出会えることを心から楽しみにしています。それではまた次回の富士フイルム X キャスト、旗本でした。